いいですか？彼女が言っていることを知らなければ、ファイル。それから私は良い言葉を追加します。確かに、それは良い指揮官です。彼女はグリッドワールドの真の主人公、アントーリアです。自分の力で建物を救おうとする。なぜ彼女を主人公と呼ぶのか。現在は4つのバージョンがある。すべてのバージョン、登場人数は多いが、しかし常に特別な役割があります。全バージョンをカバーできます。これは幻想等の特徴による。全員が演劇に従事している。アッシャー版ではサリーの阻害から始まり、ネメシスの変容が終わる。ヴィラ版ではリーヤ。京都城から始まる。海底での決戦終了。9巻では南。中外の遺跡への攻撃から始まる。封印のス母まで。対照的に、4.0 神の主人公は後に現れた。ネットは真ん中にある。彼女は遅かった。実際にはゲームの前に。彼女にはすでに埋め立て地があった。少し前に、風は彼女の情報を得た。しかし、これは最初の投稿ではない。ビデオはこちら。注目のプレイヤーはビデオの BGM に気づいていますか？ 4.0 の曲である。幻冬の人気キャラクター中黒フェンリルが歌っている。しかし、歌詞には別の意味がある。歌詞はほとんどが英語。プレイヤーを混乱させる。しかし、それは風がない。以下は歌詞の翻訳です。まずこの言葉を見てください。私は誰の創造物？未来を見た。バージョン 4.0 では、グリッド世界はゲソトスが計算した世界である。この歌詞に対応しています。次の単語を見てください。残りは0と1だけです。ネットワークワールド2の特徴。そこで曲の登場人物を分析しました。ネットの世界出身。創造された。次の歌詞は全て贈り物への賛辞です。この言葉まで。それと戦うか。黄金の檻に戻るか。目標は常に明確です。常に未来を計画する。誰が未来の計画を立てるのか？連邦政府のキラ長官から聞いたことがあります。最初の時空回帰の時。最初の扉の開き。アントリアはキラのデザインのバッジを受け取った。そして言葉を残して、バッジを持ってきたら、キラを助けて。過去の分析では、風も言った。それは予言のようです。実際、アントリアはそうしました。底辺の世界では、私たちはアントリアに会いました。私は時間を無駄にしていません。あなたを守ることができる人。私が探している人かもしれません。彼女は予言だけでなく、いつも誰かを探していた。主人公は適任者です。歌詞のように、彼女は将来の計画を立てていた。歌の主役がアントーリアだと知った後、次の言葉は意外ではない。敵が来るとき、切りましょう。見覚えもありますか？グリトの世界では、表面の世界は平和です。しかし、地下世界は列空隊に汚染されている。フォーザの全焼基地、アントリアの宣誓書を見ることができます。祖国のために人民のために戦う。この曲はそれを全て表現している。もしこの曲がグリッドのために作られたなら、他のキャラクターは誰ですか？ストーリー性から見ると、誰もが主役になりたい。電磁波は世界を救うだけで十分です。しかし論理的には、別の可能性がある。それがジェソトスです。これが真の創造主です。審判のシナリオでは、重要な問題があります。アントリアの背後にいるのは誰？主人公の到着を正確に予測することができる。敵を動かすものを残すことができる。現実の全てを知ることができる。これはネット外の人が持つべき特徴です。しかし彼女は主人公との会話の中で、自分はグリッド上の人間であることを繰り返し強調した。私は本当に連合防衛軍第2集団軍の司令官です。時空異変災害対応部隊総指揮官アントリア。列空やナリカイツサリーを救いたいなら、あなたが知っていることを全て話しなさい。歌詞でさえ彼女のグリッドのアイデンティティを示唆しています。彼女が部外者である可能性はほぼ排除された。彼女を助けてくれる人だけが残った。現在知られているのは2つ。初代ライセンシールシウスまたは悪役グループ。どちらも現実世界の訪問者がいます。どちらもやる気がない。ルシウスが正義の側に立つなら、なぜパロはそれを隠すのか？リトル長黒かわいそうには眠れる森の美女の先生に2つのバージョンがあります。反対派ならもっとありえない。反対派の集会で、アントーリアが残したものを探している戦士たち。アントーリアを助ける方法は一つしかないようだ。ダウン中のゲソトス。ネット版に入ると、常に疑問があった。ゲソトスはどこへ？これは彼の意識です。ウェブ版全体がそれに関連しています。しかし、それは透明な男のようです。ジェソトスは本当にグリッドのためのプラットフォームを提供するだけですか？もしそうなら、一人の人間の存在は正しくない。彼女は虚空少女列空。グリッド版に入ると、私たちは彼女の新しい認識を確立する必要があります。列空は列空。サリーはサリー。全員ネメシスである。しかし、両方存在する。完全に自律的な存在です。バージョン 4.4 では、サリーは完全に隠れた。代わりに出てくるのは列空。主人公にも好意を抱いている。奇妙に感じる人もいる。
でもあなたとサリーが駅構内で休んでいる時のことを考えてください。部屋の中でも理解できます。私たちと一緒に冒険するのはサリーだけではない。空も参加している。主人公を一番よく知っている人、サリー以外の2人目と言えるでしょう。空には2つの大きな謎がある。1つ目はなぜゲソトスに権限を与えたのか。9域震源島の起動時、列空は列の間に一歩先を行く。原子力発電所の民家、第三世代システムの起動遅延。その後鍋を分けるとき、しばらくの間の協力。アレート・ゲソトスはスーパーコンピューターです。一つは改造可能、一つは地域改造。本質的に同源です。論理的にも。後に9域決戦で坪座標を計算したとき、ネメシス魂フィゲソトス、同じように一言言った。対象の確認。これは彼女の権限を示す。彼女の権限はどこから来たのか。ヘクターが与えた場合、許しの天使ネメシスが現れたとき、背後にいる人物が現れないはずです。アイダの息子がくれたと推測する人もいます。それは賢者を喜ばせる。その権限があれば自分の匂いがするのか。その前にもう一つの初期の伏線がある。アッシャー版ではシャゾーと賢者の別れ、サリーが脱退、彼女を救出した時、彼女は多くの人が機械に何をさせてくれると言った。私は夢を見たようだ。夢の中で多くのものを見て、しかし私の記憶は徐々にぼやけていった。構造ゼゼ一大楼。ホールの真ん中に機械がある。私はまだ見知らぬ人の声を聞いて、多くの人が機械に近づくと、その音が私の中でここの機械は時空装置です。これは賢者が3度目の回帰の時に利用したことを示している。権限を与えられる。もし権限がハイガードやエーダの息子からでなければ、可能性は一つだけ残る。ジェソトスより。それを裏付けるのが列空の次の謎。パロッティの研究では、列空と列空体は相同であることが分かった。実は派遣するのも難しくない。結局のところ名前も同じです。ネットに入ると主人公、虫に対する呼称は全てパロッティの言うイソーイルス体から来ている。グリッド内の連邦だけがそれらをスプリアスと呼ぶ。その名は震災前の情報源から来ている。ラインはまだ終わっていない。現在知られているのは4つだけ。1つ目は現実世界を救うことです。ハイパースペースに軍隊を送り続ける連邦政府。2つ目は連邦政府の活動を監視することです。種の再臨を待ち望む7人の成人。3つ目はトッド家です。100年の家族。4番目は楽器のようです。実際には独立意識のあるゲソトスは何も見つからなかっただけでなく、ゲソトスという ID の男に追跡されそうになりました。権限を同時に付与し名前を付けることができる存在、グザートスのみ。もちろんこれは現段階での推測に過ぎない。除外しない後のより適切なオプション。以上をまとめると興味深い手がかりが見つかります。愛称はアントーリア、列空ツワゲソトスダツフ。しかし劇中での2人の関係は非常に珍しい。これは裸のヒントですか。ストップ。アントーリア、彼を動かすと、次回は要塞級列空隊と遭遇する。私はあなたたちを助けるつもりはありません。やめなさい。目標を共有しませんか。そして彼はあなたの誰ですか。あなたは彼をそんなに飲ませることができますか。小さな空だ。そう呼ばないでください。上記の情報に加えて、新バージョンの農園は史上最高。私たちはセリフを見てみるとわかる。一つ目は権限者の説明です。アントリアは言った。グリッドの権限者。グリッドのフルネームはジェソトスネットワークワールド。第3次の後に出現した。これは彼女がグリッドの中の人間であることを示す。しかし知っていることはすでに第3次後の歴史をカバーしている。これは後の間の息子の記述にも当てはまります。ここからわかるのは、アントリアのタイムラインはグリッドと一致しません。次の単語を聞く。アントーリアはハイパースペースでの時間を説明しすぎた。しかし最初のタイムスリップは266、1年に起こったことが分かっています。主人公が地下世界に入るグリッドの時間は西暦2664年。たった3年経ったばかりです。3年で忘れるのに十分ですか。他の人たちの話を見てみましょう。誕生日は264に、2662年にハイパースペースに入る。よく覚えている。アントリアも例外ではない。なぜ彼女だけが時間が過ぎたと思うのか。2つの可能性。1つ目は時間の流れが違うこと。しかし他の人はそれがあまりにも長い時間を感じるでしょう。演劇的にも地下世界の時間と表面世界の時間の比率は同期しています。2つ目は彼女だけがユニークです。風が分析を始めたように、アントリアはグリッド版の真の主人公です。パロッティの知識にはグリッドがあります。イメージのようなものに違いない。過去のアシャーを再現している。主人公が登場する前に何度も経験した。
繰り返し再生、シングルループ。しかし、その間に別のものがあったら、網がなくなっても消えません。ネットワークの誕生にもかかわらず、彼女は使命のために存在する。サイクルを終わらせる人を探してください。無数のサイクルで、毎回同じ役を演じている。連邦軍司令官アントリア。毎回同じことを繰り返す。最初の時空回帰の時にドアを通って、超空間に突入して別空体と戦う。そして全ての大災害の後、グリッドの重さを繰り返します。何回回ったか思い出せない。何個殺したか覚えていない。彼女だけが知る。何度体重でも。本当に世界を救えない。主人公が来るまでのサイクル。彼女が世界を行き来できる人に出会うまで。最後に誰かにバッジを渡すことができます。この考え方から見ると、すべてを知るアントーリア。または助けに来た空。すべてゲソトスが残した手段。これはすべてゲソトス部のオフィスです。加賀操縦管制塔列空管制塔。制御塔はグリッドシステムの機能の変更と保守に使用されます。不適切な変更はグリッドを傷つけたり管制塔に行ったり、システムを維持するための指示の入力をお教えします。いい複雑なコントロールパネル落ち着いて。私の導きにより、対応するコマンドをパネルから入力すれば十分です。しかし、何のためにそれをするか。現在の発展を考えると、アントーリアとクラックスはクラックスの除去を目指していた。グリッド版では、疫病の真実を知っています。放射線ではない。超空間の分裂の影響で、ネットワークが本当の歴史を再現するなら、現実にはハイパースペースもあります。アシャの阻害は一瞬たりとも止まらなかった。同様に分裂も存在する。こうしてゲソトスの目的は明らかになった。宇宙に対処する手段を見つけるために、ただの AI としてのゲソトス。本当に人類のために考えられるのでしょうか。角度を変えるかもしれません。利益から分析する。大胆な過程を立てることができます。これも小さな仲間のアイデアです。グリッドのハイパースペースと現実のハイパースペースはつながっているのか。この考え方では、いくつかの問題は考えた。なぜグリッドの進化したウイルスがジェソトスを停止させたのか。なぜ敵はグリッドの世界に人を送るのか。偽ウイルスが真の分裂体になったからです。7人の生徒が死を望む。大災害後の行動を考えると、敵の目的も達成できなかった。ゲソトスはユゲソトスに由来する。ドアの鍵を意味する。敵はその中に可能性を見出した。ゲオルトスは自分を救うために、アントーリアと列空の手段を残した。本当にこの瞬間が来るまで、ネット上で扱われているのはウイルスではない。現実の超空間からグリッド超空間へと転移した真の列宇宙体。グリッドを救うことは仮想世界を救うだけではありません。失敗した時、宇宙体は格子網を踏み台にすることができる。再び現実世界に衝撃を与える。全世界を脅かす大危機となる。いいね。これは幻の塔の終末感に合致している。でも興奮しないで。数えないと言った。脚本はどう書くかによって決まる。しかしグリッドの形はますます複雑になりました。連邦は世界を救うために死ぬ。神の臨在のための陰謀。ゲソトスは時給のために必死にす。研究者のハイガードは困っている。100年セカもその中で利益を求めている。サリーを救うための主人公の行動は波に突き落とされました。第2の時空回帰。ハイパースペースゲートの開放。謎の主の降臨。すべては私たちがフォローアップするまで待ちましょう。さて、今期はここまで。風に乗って別の幻想を体験してください。